3 Hours in 東京。今回のテーマはオールドジャパン。東京で最も歴史のある街の一つ、浅草を3時間で巡ります。歴史と伝統が息づく街を一緒に旅してみましょう。旅のスタートは東京メトロ銀座線浅草駅。実はこの路線、1927年に開業した日本初の地下鉄です。当時は浅草駅から上野駅までわずか 2.2 キロ。ここから日本の地下鉄の歴史が始まりました。まずは腹ごしらえ。雷門すぐ近くにある三定は、江戸時代に創業した現存する日本最古の天ぷら店の一つです。名物は大きなエビ天が乗った天丼。外はサクッと、中はふっくら。秘伝の甘辛いタレがご飯によく合います。店頭ではエビ天やかき揚げのテイクアウトも販売。揚げたてを片手に浅草を歩くのもこの街ならではの楽しみ方です。雷門の前ではどこか昔ながらの装いをした人たちを見かけます。彼らは車夫と呼ばれる人力車を引くガイドです。浅草のシンボル、雷門。正式名称は風雷神門。向かって右には雷神、左には風神が祀られ、町を災いから守っています。雷門から浅草寺へと続く仲見世通り。その始まりは江戸時代、浅草寺の境内を掃除していた近隣の人々がお礼として参道で商売を許されたことが仲見世の始まりと言われています。現在も約90店舗が並び、日本で最も古い商店街の一つとして多くの観光客で賑わっています。扇子や箸、和小物など日本らしいお土産探しにもぴったりです。浅草名物の一つ、人形焼き。明治時代に誕生した東京を代表する和菓子です。浅草の亀屋では鳩や五重塔、雷門など浅草らしい形の人形焼きを販売。焼きたてならではの香ばしさも楽しめます。東京最古のお寺、浅草寺。約1400年前、隅田川で漁をしていた兄弟が観音様を見つけたことが始まりだと伝えられています。高さ約53メートルの五重塔は浅草を代表する景色の一つ。本堂ではぜひ天井にも注目してみてください。色鮮やかな天人三下図と龍の図が描かれ、参拝者を静かに見守っています。本堂の前には浄香炉があり、お線香の煙を体に浴びると健康や病気併誘のご利益があると信じられています。参拝する際はまずお賽銭を入れ、神社のように拍手はせず、静かに手を合わせてお祈りしましょう。神社では二礼二拍手一礼が一般的ですが、お寺では合唱をして祈るのが作法です。お参りの後はおみくじにも挑戦してみてください。浅草寺は日本でも古くから伝わる観音百選の形式を今も受け継いでいます。実は今日が出ることで有名ですが、日本では今日は悪い未来を意味するものではなく、これから気をつけるべきことを教えてくれるメッセージだと考えられています。今日を引いたら境内の結びどころに結び、悪い運を置いて帰るのが一般的です。浅草寺のすぐ隣にある浅草神社。お寺と神社が同じ境内にあることを不思議に思う人も多いかもしれません。かつて日本では仏教と神道が一緒に信仰される神仏習合という文化があったためです。明治時代に多くの寺社が分けられましたが、浅草では今もその歴史を感じることができます。日が暮れると浅草は昼とは全く違う表情を見せます。ライトアップされた雷門、
静かな仲見世通り、幻想的な浅草寺。昼間のにぎわいが落ち着き、歴史ある建物がより美しく浮かび上がります。昼と夜、2つの表情を楽しめるのも浅草の魅力です。締めくくりは日本初のバー、神谷バーへ。1880年の創業以来、ノーベル文学賞作家川端康成をはじめ、多くの文学者にも愛されてきました。名物は電気ブラン。明治時代、電気は最先端で刺激的なものの象徴でした。その斬新な味わいからこの名前が付けられたと言われています。ここからは番外編。3時間では回りきれなかったおすすめスポットをご紹介します。時間に余裕があればぜひ訪れてみてください。旅の思い出作りにおすすめなのがユニクロ浅草店。店内ではモンチッチをはじめ浅草ゆかりのキャラクターや地元企業とのコラボアイテムなど、ここでしか手に入らない限定商品を販売しています。さらに浅草店限定の UTME では雷門や人力車、モンチッチなど浅草らしいデザインを選んで自分だけのオリジナル T シャツやトートバッグを作ることができます。刺繍サービスではモンチッチや和風のモチーフのデザインも選択可能。約1時間で完成するので旅の合間でも気軽に体験できます。世界に一つだけのオリジナルアイテムを浅草旅行の思い出として持ち帰ってみてはいかがでしょうか。日本の伝統芸能、落語を楽しめる数少ない常設の寄席です。落語だけでなく漫才や講談、紙切りなどさまざまな演芸を毎日上演。戦後から続く浅草の演芸文化を今に伝える貴重な場所になっています。日本の武道映画で見たことがある人も多い瓦割り。実際に挑戦できるのがこの瓦割り瓦穴です。専用の瓦は手で割れるように作られているので初心者でも安心。旅の思い出に日本ならではの体験を楽しんでみてはいかがでしょうか。1853年に誕生した日本最古の遊園地、浅草花やしき。もともとは花を楽しむ庭園として始まり、その後遊園地へと姿を変えました。園内には1953年から走り続ける日本に現存する最古のローラーコースターもあります。コンパクトな園内なので、すべてのアトラクションを楽しんでも約3時間。レトロな雰囲気の中で日本の遊園地文化と歴史を体験できるスポットです。3時間で巡る浅草の旅。日本初の地下鉄から始まり、日本最古の天ぷら店、東京最古のお寺、日本初のバーまで、歴史ある街並みを歩きながら日本の文化や伝統、そして今も受け継がれる暮らしに触れることができました。東京にはまだまだ知られざる魅力がたくさんあります。See you in the next 3 hours in Tokyo.